ボタン押せないよ。押すんじゃなくて。はい、皆さんこんにちは。アニメで日本語トレーニングラペラのなぎさです。それでは今日も楽しく日本語を勉強していきましょう。それでは今日のアニメの紹介です。ペケペケペケッツくん、YouTube で見られるアニメです。ペケペケ星から来た宇宙人ペケッツと地球に住んでいる中学生たちのコメディアニメです。日本の中学生の生活や文化を楽しく知ることができるアニメです。興味がある人はぜひ見てみてください。それでは今日のキャラクターを紹介しましょう。主人公はペケッツ。ペケペケ星から地球を支配するためにやってきた宇宙人です。すごい便利アイテムをたくさん持っているんですが、上手に使うことができません。地球のことを知らないので、いろいろなトラブルを起こします。ペケッツと一緒に住んでいるのは二階堂るい。地球の日本に住んでいる普通の男の子です。ペケッツに地球のことをいろいろ教えています。ペケッツが地球を支配しようとしているので、それをさせないように一緒に住んで監視しているんです。郷恩寺隼人、ルイの友達です。かっこいいですが、女の子のことばかり考えているちょっと残念な男の子です。ペケッツとはとてもいい友達です。それでは今日の場面の紹介です。ペケッツたちは旅行に行きました。古い旅館の部屋で2人が話しています。この旅館にはちょっと昔の日本の懐かしいものがたくさん置いてありました。今の日本で見ることはありません。でもインテリアとして古いものを使ったりすることもあります。今の若い人たちには昔のものはとてもフレッシュな感じで、逆に人気が出ています。それでは単語を見ていきましょう。こちらの画面はスクリーンショットを撮ったりメモを取ったりして勉強してください。それでは私の後に発音しましょう。これ、この、こう。これ、この、こう。黒電話、黒電話。ボタン、ボタン。押す、押す。そうなんだ、そうなんだ。電話をかける、電話をかける。昔、昔。回す、回す。まさか、まさか。もしもし、もしもし。それではアニメを見ていきましょう。まず1回目。目標は大体のストーリーがわかることです。見た後で質問に答えましょう。質問1。ペケッツは旅館で昔の何を見つけましたか？次の質問は、ペケッツはゴーに何をしましたか？ペケッツはゴーに何をしましたか？それではアニメを見てください。どうぞ。ねえルイ、これって電話？これは昔の電話だよ。じゃあゴーに電話かけてみようっと。あれ、このボタン押せないよ。これは押すんじゃなくて、こうやって回すんだよ。うわい、そうなの？僕にもやらせて。誰だ？まさか葵ちゃん？もしもーし。
はい、皆さん、どうでしたでしょうか。まず1回目、目標は大体のストーリーがわかることです。見た後で質問に答えましょう。質問1、ペケッツは昔の何を見つけましたか？はい、昔の電話です。旅館に昔の電話がありました。はい、それでは2回目を見ていきましょう。2回目の目標はターゲット文法を聞いてわかることです。字幕に穴が5つあります。何と言っていましたか？気をつけて聞きましょう。今日のターゲット文法は指示詞、指示語とも言います。話し手に近いところ、近いものを指す言葉を聞き取りましょねえルイ、これって電話？これは昔の電話だよ。じゃあゴーに電話かけてみようっと。あれ、このボタン押せないよ。これは押すんじゃなくて、こうやって回すんだよ。うわい、そうなの？僕にもやらせて。誰だ？まさか葵ちゃん？もしもーし。う。それでは2回目の目標、ターゲット文法を聞いてわかること。皆さんできましたか？字幕に穴が5つありました。何と言っていましたか？それではまず1つ目です。ねえルイ、これって電話？ペケッツがルイに聞くシーンがありましたね。これが正解です。それでは次のブランクは何と言っていましたでしょうか。ペケッツの質問にルイが答えるシーンがありました。これは昔の電話だよ。これが正解です。それでは3つ目のブランクを見ていきましょう。ペケッツが昔の電話で電話をかけようとしていましたね。そのシーンです。このボタン押せないよ。このが正解です。それでは最後に4つ目のブランク、5つ目のブランクを見ていきましょう。ペケッツが電話のボタンが押せないよと言いました。それにルイが答えましたね。これは押すんじゃなくてこうやって回すんだよ。これ、こうが正解です。皆さんできましたか？それではアニメの中に出てきたターゲット文法、これ、この、こうやって詳しく見ていきましょう。難しい言葉は上に出ている英語の訳を見てください。このつく指示詞は話し手の近くにあるもの、近くにあること、話し手の動作を指します。これは代名詞、このはこのボタンというように名詞について使います。こうはこうやってのように、こうと話し手の動作を表す動詞と一緒に使います。それではアニメの場面を見ていきましょう。ペケッツとルイの近くに昔の電話があります。ペケッツが言います。これって電話？これは電話ですか？ルイが答えました。これは昔の電話だよ。話し手の近くにあるからこれを使っていますね。そしてペケッツが昔の電話で電話をかけるとき、このボタン押せないよと言いました。ボタンではなくダイヤルですけどね。
そしてルイが使い方を教えていましたね。こうやって回すんだよ。ルイが電話のダイヤルを回していました。話し手の動作を指しています。それでは指示詞についてもう少し詳しく勉強しましょう。難しい言葉は英語の訳がありますから、こちらを見てください。アニメの中では出てきませんでしたが、そのつく指示詞もあります。そは聞き手に近いもの、近いことを指す言葉です。それ、そのがよく使われます。ペケッツとゴーがいます。2人の話を聞いてみましょう。ペケッツの隣、それは誰？聞き手はペケッツです。ペケッツの近くに人がいます。ゴーは誰だかわからないようです。ルイだよ。ペケッツが答えます。ペケッツがゴーに言います。聞き手はゴーです。その花、きれいだね。ゴーが口にくわえている花を見て、ペケッツが言いました。聞き手はゴーなので、その花と言っています。今度はゴーがペケッツに言います。聞き手はペケッツです。ありがとう。そのヘッドフォン、いいね。聞き手はペケッツなので、ペケッツのヘッドフォンをそのヘッドフォンと言っています。そは聞き手に近いものを指す指示詞ということがわかりますね。それでは、このつく指示詞、そのつく指示詞をまとめていきましょう。このつく指示詞は話し手に近いもの、近いことを指します。そのつく指示詞は聞き手に近いもの、近いことを指します。その他にも方向を示す指示詞もあります。こちら、そちら。こちらは話し手に近い方向。そちらは聞き手に近い方向を表しています。カジュアルにこっち、そっちということもあります。しじみたんは今、日本にいます。ここは日本です。こちらはとても寒いです。そちらはどうですか？皆さんがいるそちらはどうですか？それでは皆さんもこうを使って言ってみよう。あなたの近くにあるものを教えてください。これは何々です。この何々は何々です。これ、このを使って言ってみよう。コメント欄に書いても OK です。それでは私の近くにあるものを教えますね。これは人形です。これはウマ娘というアニメの人形です。とっても可愛いので大好きです。この写真は旅行に行った時の写真です。猫がいました。この猫はとても可愛いです。皆さんの近くにあるものはどうですか？
私の近くに猫が来ました。もしかしたら、しじみたんの匂いが分かったのかもしれませんね。それでは今度は、こ、そを使って言ってみよう。先生の近くにあるものを聞いてみましょう。動画の中で先生の近くにあるものです。皆さんからは遠いところにありますよね。ですから、どのように聞きますか？その言葉を使うといいですよね。それは何ですか？もうちょっとレベルアップした聞き方もあります。その何々は何ですか？何々の部分には名詞が入ります。それでは動画を見ていきましょう。その飲み物は何ですか？これはオレンジジュースです。次はみどり先生に聞いてみましょう。そう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 。不思議な食べ物。その食べ物は何ですか？熱い、熱い。大丈夫。この食べ物はもんじゃ焼きです。そのもんじゃ焼きはどうでしたか？このもんじゃ焼きはとても美味しかったです。皆さんできましたか？はい、それではコーヒーブレイクです。ちょっと休憩しましょう。前の動画でもお話ししました渚のペット、渚の家族のしじみたんです。そして同じところにぬいぐるみがいます。チンチラのぬいぐるみですね。左の写真はチンチラのぬいぐるみ。右の写真は本物のチンチラのしじみたんです。しじみたんはこのぬいぐるみの場所、ここが大好きなんです。いつもはこのぬいぐるみがいるんですが、しじみたん、ある日、このぬいぐるみの場所を取って自分がここに座ってたんですね。ここというのは狭いエリア、この写真みたいに狭いエリア、自分がいる場所というような感じです。そしてこちらというともっと広いエリア、方向なども含まれてきます。ここというときは話し手のいる場所を指しますので、話し手は私、渚です。そして渚としじみたんは一緒に住んでいるので、渚はここと言っています。しじみたんのことをこの子というのも同じ理由です。はい。チンチラのぬいぐるみとしじみたん、本当にこのぬいぐるみ、チンチラと同じ大きさで、とっても可愛いぬいぐるみなんですが、やはり本物のチンチラの方が可愛いですね。はい、ということでした。それでは次のセクションに進んでいきましょう。はい、このつく指示詞。ここから先はオプションとして勉強したい人はしっかり見てくださいね。コーヒーブレイクで紹介したここ、形容詞と一緒に使うこんな、そして方向、場所を表すこちら。ここ、こんな、こちら。このように使います。ここは古い旅館だよ。
今、ペケッツとルイたちがいる場所を表してますね。こんな古い電話大丈夫かな？古いという形容詞と一緒にこんなと言っています。指示詞にはこのつく言葉の他にあと2つの種類、そのつく指示詞、あのつく指示詞があります。もっと勉強したい人は続きを見てください。それではそのつく指示詞をもう少し見ていきましょう。そは聞き手に近いもの、近いことを指す指示語です。相手が話したこと、したことに対しても使います。ここでは、そう、そんな、そうなんだ。この3つを見ていきましょう。ペケッツが言います。このヘッドフォンは翻訳機なんだ。ペケッツは自分のヘッドフォンについて言っています。ゴーが言います。へえ、そうなんだ。そんな便利なヘッドフォンだったんだ。ペケッツが話したことに対して、へえ、そうなんだ。そんな便利なヘッドフォンだったんだ。とゴーが答えました。そうなんだのそうは、ペケッツが話したことに対して、そんな便利なヘッドフォン、ペケッツのヘッドフォンに対して言っていますね。そうなんだは、相手が話したことに対して相槌を打つ。相手の話を聞いて相槌のように使うフレーズです。このフレーズは会話の中で役に立ちます。皆さんもぜひ使ってみてください。それでは、あの指示詞を見ていきましょう。あは話して、聞き手、どちらからも遠いもの、遠いことを指す言葉です。あれ、あの、あそこ、この3つを見ていきましょう。ペケッツとゴーが話をしています。ルイはどこ？ルイはあそこだよ。あれはルイだね。何やってんのかな？話して、聞き手。ペケッツ、ゴーから遠いところにルイがいますので、あそこ、あれと使っていますね。そして、一人でいるルイにゴーが不思議に思っていますね。そして、一人でいるルイを見て、ゴーはちょっと心配になります。女の子のことばかり考えているゴーですから、まさかあの子と自分たちに秘密でルイがあの子とデートをするんじゃないかと思ったわけですね。あの子というのはゴーが好きな葵ちゃんです。葵ちゃんはこの場所にはいませんから、聞き手、話して、ペケッツ、ゴーたちからは遠いところにいるということで、あの子というふうに言っているんですね。あのつく指示詞は動詞と一緒にああやる、ああする。形容詞と一緒にあんな古い、あんな便利なというように使うこともできます。それでは皆さん、次はあで言ってみよう。あのつく指示詞を使って言ってみましょう。写真を見て遠くにあるものについて話してください。遠くにあるものですから、あれは何ですか？答えてみましょう。あれは五重塔です。
皆さんできましたか？それではもうちょっとレベルアップした言い方をしてみましょう。あの赤い建物は何ですか？それでは答えてみましょう。赤い建物という名詞についていますので、あのという指示詞を使います。あの赤い建物は五重塔です。皆さんできましたか？もうちょっと練習してみましょう。写真を見て話しましょう。遠くに見えます。あれは何ですか？物ですか？人ですか？あれは誰ですか？物ですか？人ですか？どちらかわからないとき、何ですか？誰ですか？どちらでも OK です。それでは答えてみましょう。あれはサンタクロースです。多分サンタクロースですね。それではもうちょっとレベルアップした言い方を見ていきましょう。次は場所を表す指示詞です。遠いところですので、あそこを使うといいですね。あそこにいるのは誰ですか？あそこにいるのはサンタクロースです。人だとはっきり分かっているときは、あそこにいるのは誰ですか？このように聞いても OK ですね。はい、それでは皆さん、こ、そ、あで言ってみよう。3つの指示詞を勉強しましたね。それではまとめのエクササイズです。動画や写真を見て、こ、そ、あ、どれを使うのか考えて言ってみてください。それではどうぞ。あれは新幹線です。あれは電車です。遠くを指していますので、あれを使います。しじみたんです。一緒に写っている手は私の手です。しじみたんは話しませんけど、話すと思って皆さん考えてみてくださいね。これは何ですか？これはケーキです。しじみたんの2歳の誕生日の時のバースデーケーキです。しじみたんの近くにあります。そしてこの写真に写っている手は私の手です。私の近くにありますから、これを使います。おじさんです。ゴーくんが出てきました。
ゴーくんは遠くからおじさんを見ていますね。その料理は美味しいですか？俺も食べたいとペケッツが言ってます。おじさんの前に料理があります。おじさんの近くです。ではおじさんは何と言いますか？この料理はとても美味しいです。皆さん、こ、そ、あ、上手に使いましたか？それではここからはアニメのセリフを練習してみましょう。皆さんも私の後に発音してみてくださいね。これって電話？これは電話ですか？のカジュアルな言い方です。これは昔の電話だよ。昔の電話を黒電話ということもあります。ダイヤル式の電話ですね。じゃあゴーに電話かけてみようっと。ではゴーに電話をかけてみましょうのカジュアルな言い方です。このボタン押せないよ。押せないは押すことができないということです。押すはプレインフォームです。日本語の動詞はいろいろなフォームがあります。ここでは押すが可能形、押せるという形に変わっていますね。可能形については別の動画で勉強できますよ。これは押すんじゃなくてこうやって回すんだよ。押すんじゃなくて回す。押すのではなくて回す。押すんじゃなくて回すの方はカジュアルフォームです。僕にもやらせて。やらせてはやらせてください。やるというのがプレインフォーム。そしてここではやるが詞液形というフォームに変わっています。詞液形についても別の動画で勉強できますよ。まさか葵ちゃん？ゴーは好きな女の子の葵ちゃんから電話だと思っています。もしもーし。電話をかけるときの最初の言葉です。声を聞いてペケッツだと分かってゴーは残念な様子ですね。質問があればコメントの方にどうぞ。それでは3回目を見ていきましょう。目標は1回目よりもよくわかること。日本語の字幕があります。一緒に発音して練習してもいいですね。ねえルイ、これって電話？これは昔の電話だよ。じゃあゴーに電話かけてみようっと。あれ、このボタン押せないよ。これは押すんじゃなくてこうやって回すんだよ。うわー、そうなの？僕にもやらせて。誰だ？まさか葵ちゃん？もしもーし。はい、皆さんどうでしたでしょうか？もっとチャレンジしたい人はアフレコをしよう。字幕を何回も読んでアニメの真似をして発音を練習します。もっとチャレンジしたい人はこのアニメを探してみよう。いろんなエピソードがたくさんありますよ。それではまた見てくださいね。新しい動画、同じレベルの動画はこちらの方を見てください。それではまた会いましょう。さよなら。